これ、マップのたった1行で、4人分全部？はい。一つの関数をリストの中身全員に1行で書けました。今まで1人ずつパワーアップしてたのに、まとめて全員？そうです。今日は、この、まとめて全員にかける道具を触っていきます。はいどうも、海外テックの、これまじ、ミントです。りなです。今日は、リストの中身全部に、1行で同じ処理をかける道具を触ります。名前も新しく、しっかり整理していきますね。この後の全員パワーアップ、見届けたい人は登録して待っててね。まずは、ちょっと言葉の整理から始めましょう。実は、今まで、技、と呼んできたものには、ちゃんとした名前があります。名前あったの？はい。関数、と言います。最初に自分の技を作った時、実はこの言葉、ちらっと出していたんです。技は、初めて触る時に身近に感じてもらうための呼び方でした。もう何個も一緒に作ってきたので、そろそろ本当の名前で呼んでいきましょう。技の方が、なんかかっこよかったのに。呼び方が変わっても、中身は同じです。今日からは、関数と呼んでいきますね。わかった。関数、学校とか、他のプログラミング言語でも聞く言葉だもんね。そうです。他の言語を勉強するときも、同じ、関数、という言葉で説明されます。ここで覚えておくと、多くのプログラミング言語でも通じます。じゃあ今日から、私も、関数、って呼ぶ。今日使うのは、いつもの関数と、リストの2つだけです。まずは関数から、HP を受け取って、2倍にして返す関数を作ります。ハプを受け取って、2倍にして返すだけだね。HP が40なら、80になるはず。当たった。40が80になった。1人分なら、もう慣れたやつ。次はリストです。4人分の HP を、パーティーという一つの名前にまとめました。40、55、30、70。ちゃんと4人分入ってる。この、手印。また出た。これはラケットがリストを表示するときにつく印です。気にしなくて大丈夫です。関数と、リスト、材料揃った。マップという道具を使うと、この関数を、リストの中身全員にまとめてかけられます。ベルトの途中に2倍にする加工マシンを置いておくようなものだと思ってください。リストの中身がベルトに乗って順番に一つずつそのマシンを通っていきます。ベルトコンベア、それなら想像つくかも。書き方も簡単です。マップの後に関数、その後にリストを順番に並べるだけです。関数が先、リストが後、覚えた。予想してみて、この関数をパーティー全員にかけたら HP はどうなると思いますか？4人とも HP が2倍になるはず。当たった。40、55、30、70が全部2倍になってる。はい。マップに関数を1つ、リストを1つ渡すだけです。1人ずつ書かなくても、リストの全員を自動で見て回ってくれます。あれ、元のパーティーって書き換わっちゃったの？変わってない。40、55、30、70のまま。はい。マップは新しいリストを作って返すだけです。パーティーそのものはそのままなんです。元のリストが無事に残るので、後で別の計算に使うときも安心です。元のデータは壊さずに、新しい結果だけもらえるんだ。便利。これがさっきの、パーティー全員パワーアップの正体か。マップを使わずに同じことをすると、どうなるか見てみましょう。1人目は、リスト、レフで取り出して、関数にかけます。これ、3人目も4人目も、同じこと書くの？めんどくさそう。はい。今は2人分だけ見せましたが、4人全員分なら4行必要です。これが40人のパーティーだったら40行？それは絶対書きたくない。40人目まで番号を振ってたら、私、途中で誰が何番目かわからなくなりそう。そうなんです。人数が増えるほど、一つずつ書くのは大変になります。しかも、書き写すときに1個でも番号を間違えたら、そこだけ結果もずれてしまいます。マップなら、同じ行を何度も書き写さなくても済むし、その書き間違いの心配もなくなるんだ。マップは、数字のリストにも、文字のリストにも使えます。名前に、3をつける関数を作ってみましょう。文字と文字を後ろにつなげる道具を、関数の中で使います。リストの後に、3人の名前を順番に並べるだけだよね。3人とも、さん付けなしのまま、これに、さっきのマップをかけたら、全員さん付けになる？予想を確かめてみましょう。だった。3人まとめて、さん付けになった。文字でもちゃんと使えるんだ。はい。関数とリストの組み合わせなら、中身が数字でも文字でも、マップは同じように動きます。マップは、リストの中身が何であっても気にしません。渡した関数が、その中身にちゃんと使えるかどうかがポイントです。関数の方さえ合ってれば、中身は何でもいいんだね。なんか、道具の使い方らしい。リストの作り方をゼロから知りたい人には、たくさんの道具を一つのリストにまとめる回もこのチャンネルにあるから、おすすめだよ。私も自分で作ってみたい。
モンスターのレベルを一つずつ上げる関数。いいですね。自分の関数と自分のリストを両方作ってみましょう。リストの後に3体分の数字を並べただけ。8、3。これ全部にマップをかけたら5と8と3のまま10だけ足されて15、8、3。あ、違う。全員に10足すんだから15、18、13。やった。全部10ずつ増えてる。自分の関数と自分のリストでもちゃんとマップが使えた。完璧です。さっき自分で言い直したところもちゃんと全員に処理が及ぶことが体で分かっている証拠ですね。確かに全員に10足すって自然に出てきた。関数とリストさえ用意すれば中身に合う関数ならマップは同じ書き方で使えます。さっきの手作業だったら3体分書いてたところだよね。今のは1行で済んだ。そうです。関数とリストを揃えてマップに渡す。その手順さえ覚えれば数が増えてもマップの書き方は同じです。自分の道具リストの全員にかけられるのなんか気持ちいい。今日掴んだのは一つの関数をリストの全員にまとめてかけられることでした。関数、そしてマップ。また名前増えたけど今日ので一気に楽になった。マップに関数とリストを渡すだけで一人ずつ書かなくても全員に届きました。手作業だと一人ずつ書いてたのが1行で終わるようになったんだね。数字のリストでも文字のリストでも同じマップが使えるのも良かった。実は自分だけの言語を作るところにもこうした道具は少しずつ近づいていきます。関数とかマップって自分の言語を作る時にも出てくるの？気になる。それはまた先のお楽しみに。今日はまず関数をリストの全員にかけられること、それだけ覚えて帰ってください。関数、リスト、マップ、この3つもう自分でも組み合わせられそう。自分の関数とリストでマップを試したくなった人は登録して応援してくれたら嬉しいな。それではみなとミントでした。バイバイ。